皆さんこんにちは。今日はたくさんのお料理を作っていきます。アラマ簡単ミートソース、人参しりしり、ネギソース、味噌チキン、美味しすぎナスのおひたし、カリカリと美味しいねニンニク、チリフレーク、ジンジャーお味噌汁、そしてきのこのバター焼きでございます。皆さんこんにちは、千秋です。今日はですね、1週間分のお食事を作っていきたいと思います。ほとんど日本食になりました私も彼も家でね、ずっと最近もここ数ヶ月はほとんど外に出てない生活をしているのですが、何かと忙しくて、で私はね、一つのことに集中したいんですよ。お料理を作る日はまとめて作ります。ということで今日はね、そんなティピカルな一日を撮影してみました特に難しいお料理もなく、私のお料理は適当なので、適当で早く作れて、そして美味しい料理が私は好きですってことで、参考になるかわかんないんだけど、私がもうね、食べて美味しいと思えるお食事を今日は紹介していきたいと思います。ということでお料理始めていきます。皆様ようこそ適当なお料理番組へお越しくださいました。一番最初に作っていくのはアラマ簡単ミートソースですお野菜は人参、玉ねぎ、そしてきのこでございます。すべてのお野菜をみじん切りにします。魔法の手がかかるとこんなにも早くみじん切りができました。オイルですべてのお野菜を炒めていきます。ここでガーリックをちょこっと入れます。ミートソースにね、ガーリックの香りがすると私大好きなんですよ。今日のお料理は結構ガーリックを、ニンニクを使ったお料理が多いです。息が臭くなる？そういうことは心配ございません。みんなでニンニクマンになれば怖くない。お野菜がしんなりしてきたらビーフを加えます。ひき肉でもいいのですが、今日は鶏ひき肉を私は使いました。そしてトマト缶を使います。1缶使って中のトマトを潰していきます。出てこないそしてケチャップをちょこっと入れます。ケチャップをたくさん入れるとちょっと酸味が強くなるので、皆さんお好みに合わせて入れてください。そして塩コショウで味を整えます。気がつけば目の前にアラマ簡単ミートソースが出来上がっております。ちょっとだけ白ワインを入れて味を整えました。10分以内でできる簡単なミートソースの出来上がりです。こちらはもちろんパスタと絡めて一緒に食べるのも美味しいんですけども、私はちょっと食いしん坊フライドポテトの上にこちらのミートソースを乗っけて、さらにチーズを上に乗せてレンジでチンとします。そうするとこれはやばいですね。沖縄のチリチーズカーリーフライを思い浮かべて作ってみたわけよでジューシー、皆さんも試してみてください。続きましてはこれまた沖縄料理の人参しりしりでございます。しりしりして可愛いです。こちらの作り方は皆さんごめんなさい、ちょっともったいぶって妹のチャンネルをご覧いただいてもよろしいでしょうか私の妹のチャンネルで人参しりしりの作り方を詳しく説明しているので、ぜひぜひそちらもご覧いただければ嬉しいです。ほぼ人参メインのたまにツナさんこんにちはという状態なんですけども、これが美味しいです。これだけでもご飯と楽しくいただけますし、サイドとしても活躍します。ぜひ作ってみてください。次はネギソースです。こちらはご存知の方も多いと思いますが、ネギだけでほぼ作ります。ですがあったかいご飯にとっても合う一品です。こんな感じでネギを刻んでごま油を使います。味の素があれば、
小さじ1杯から2杯くらいかな適当でごめんなさい。はい、でそれですぐ作れるんですけども、私は味の素がねもう切れてしまってないんです。なのでイギリスでも見つけることができるチキンストックを使います。半分をこちらに入れて混ぜていきます。そして仕上がりに白ごまをパパッと振りかければ美味しいネギソースの出来上がりです。続きましては味噌チキンを作っていきます。長ネギをコンコンコンと切りまして、そしてチキンでございます。油でチキンを炒めます。その間に隣でソースを作ります。お味噌を大きいスプーンの2杯分、そしてお砂糖を小さじ1、そしてミルクを大さじ3杯入れて混ぜていきます。これがね、長ネギといい感じで絡まってもうすごく美味しいんです。はい、こんな感じで出来上がりました。そして次は私が一押しする美味しすぎナスのおひたしです。連日で食べても飽きないんです。めちゃくちゃ美味しくて、これとご飯だけでも生きていけると言いたくなります。はい、まずはナスを適当に切ります。私本当に適当です。ナスをね、油で揚げる方も多いと思いますが、結構ナスが油を吸収しやすいですよね。なので私はスチームを使って、ナスを柔らかくしていきます。その時に一緒にニンニクも入れます。ニンニクも一緒におひたしにすることによってもう超美味しくなるので、ぜひ皆さんにも作っていただきたいです。スチームはねちょっとお時間がかかるので、その隣でソースを先に作っていきましょう。準備するのはつゆと生姜です。日本のつゆがもうなかったので、イギリスのアジアンショップに行って買ってきました。このつゆがねちょっと濃いので、私の場合はカップの8割、はい、こちらのソースを入れて、はい、お水を3杯入れていきます。お好みによってお水の量を少なくしたり多くしたりしてみてください。そしてジンジャーを削っていきます。生姜の香りが強いソースが大好きなので、結構もうほぼ1個削ってソースの中にごちゃん、はい、で混ぜていきますね。ソースはこれだけで終わりです。そして柔らかくなったナスとニンニクを入れていきます。柔らかいナスがなんとも愛らしいですね。そしてついでに卵も入れていきます。ゆで卵にして浸すだけで煮卵になります。次のお料理はチリフレークです。あらまあ、こちらも皆さんぜひぜひ試していただきたいんですけども、もうね美味しい。So delicious。 はい、ニンニクをこんな感じで刻みます。そしてチリフレークを、これね韓国のチリフレークなんですけども、こんな感じのチリを混ぜていきます。オイルは結構多くても美味しいです。ご飯の上にねかけて食べれるので、オリーブオイルとあとパプリカのパウダーを加えていきます。そしてこちらでもチキンブイヨンを使っていきます。私は、2分の1を入れました。はい、できました。カリカリするんです。もうカリカリとした世界に一緒に行こうごめんなさい。ちょっと辛いけど、お食事にね何かアクセントが欲しい際にはこちらはもってこいです。
はい、次は味噌汁を作っていきます。私はね、何も考えずにもうただお湯にお野菜を入れて、そして、結構ねジンジャーこんな感じで細かく刻んで生姜も入れていきます。たまにねピリッとする感じが好きです。はい、もう冷蔵庫に残ってるお野菜のすべてを入れていきます。そしてこちらのお味噌でお味噌汁、この味噌さ美味しいね皆さんおすすめのお味噌ってありますか？火を弱めにしてお味噌を入れていきます。最後はきのこが残ったのでバターで炒めていきます。塩をちょこっと加えました。できました。こちらが私の数日分のお食事でございます。ミートソースは結構たくさんになったので、こちらは冷凍ができますね。こちらのネギとチリのフレークはめちゃくちゃ美味しいので、ご飯とだけでもいただけます。あとこちら皆さん作ってみてください。生姜たっぷり入りの、ナスと卵の漬け足しなんて80歳ナスのおひたし、ごまを加えようかな。あ、なんやもうごまがない。日本で買わなきゃ。風邪ひいた時とかでもね良さそう。ジンジャーとニンニクも入ってるので、これはもうめちゃくちゃ大好きです。ナスを買ったら必ずと言っていいほどこちらいただきます。でこちらは味噌ですね。チキンと味噌、あと長ネギ。味噌汁にたくさんの具を入れたのはお米を入れて一緒になんかおじやみたいな感じでもいただけるので、はい、たくさんの具とあと生姜も入れましたね。あとこちら人参しりしりでございます。大好き。残ったしいたけで、バター炒めですね。こちらに生野菜だったりお米、パン、パスタなどを加えていただきます。はい、ということでこちらの数日間分のお食事でした。ご視聴どうもありがとうございました。参考になるようなならないような、千秋の適当なクッキング動画ご覧くださってありがとうございました。ぜひインスタグラムで皆さんタグしてください。パンケーキとかあとねマグカップのチョコレートケーキのインスタグラムのタグもすっごい多くて、もう嬉しい。皆さんのタグ全部見てます。すごい嬉しい。もうねめっちゃ可愛くさ皆さん写真撮りますよね。どうやって私盛り付けが下手なの、ご覧の通り皆さんも感じてますよね。はい、盛り付けも頑張らなきゃと思うんですけど B 型は関係ないんだけど適当な性格でなるべくもう一つのプレートにまとめたいんですよ。ぐちゃぐちゃしてても美味しければいいやって思う。ダメね。はい、これからはちょっとおしゃれに生きていこうということで勉強します。皆さんももしこの動画が、ちょっとでもためになって作ってみたよっていう写真などありましたらインスタグラムでタグしてください。見るのをとっても楽しみにしております。今日もご視聴どうもありがとうございました。次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。